日本の伝統こそが美と健康を実現する確実な方法論ですよ。まず最初に AI ナレーターの声が聞き覚えのある人に似ているわ。もちろんその人とは一切関係ない5人何時を。連休になると必ず交通事故が多発する路線がありますが、私よりも学習能力の低い人が多い現実に呆れる気すらしません。運転している人が同乗者との会話に集中してしまう行為は違法行為である。ながら運転そのものですし、一家で仲良くしたいのであれば自宅で過ごすことが間違いのない結論なのです。排気ガスをまき散らして空気を汚染し、トリンの容器が作れなくなるほどエネルギーを浪費する。積もり募って国民生活を劣化させる元凶でしかない無駄な排出は今こそ撲滅しなければならない存在なのであります。では本題に入りましょう。日本の伝統的生活様式。日本神話では佐野の思いにぶち切れた天照大神が引きこもることで世直しを図った話が有名ですが、どの国でも神話は創作物、つまり作者が引きこもり生活で世直しを試みるという案を思いついたということで、日本は日本神話が作られる頃から引きこもり生活が存在していた国ということなのであります。すなわち引きこもり生活は古来から伝わる日本の伝統的生活様式であり、日本神話では世直しの方法論として提案されていることから、日本はアジアにおける引きこもり大国としての使命を背負っていると言えるでしょう。日本神話でも引きこもり生活が世直しの最善策として提案されていることからも分かるように、引きこもり生活は交通事故や大気汚染やエネルギーの浪費を抑制する究極の社会貢献活動。日本神話の物語は単なる娯楽創作物ではなく、引きこもり生活が社会構築における良い影響力としての存在という重要性、つまり先人たちが築いてきた知恵を伝承する目的があったのかもしれませんね。このように引きこもりは神話ができる頃からより良い社会づくりの知恵として現代にまで語り継がれ、その有用性が認められているにもかかわらず、今まで自宅でできることが限られていて、理想の実現が難しかったとされていました。しかし2000年以降から自宅でできることが増え始め、リーマンショック期の巣ごもり消費ブーム、パンデミック期のステイホームムーブメント等で引きこもり生活の社会的有用性が世界的な規模で認められるようになりました。日本から世界的なビッグウェーブを起こしたのであります。これはまさに日本で生まれ、世界の真ん中で咲き誇る生活様式の標準電気としての地位を引きこもり生活が獲得しているという意味します。机上の苦論でしかなかった日本古来の伝統がようやく実現できるものとなり、しかも世界の真ん中で咲き誇る存在として注目され受け入れられ、引きこもり生活の普及によって兵器の製造販売やカルト宗教の布教活動といった他人を不幸にさせることで利益を得、そんな落ちぶれた人、組織、国のやるビジネスとはまだまだ無縁でいられるのかもしれません。まとめ、日本古来から伝わる引きこもりがより良い社会づくりの知恵として世界中で活用されている。自分自身の利益追求策が地球全体への利益提供策となって、日本古来の伝統的生活様式である引きこもり生活が持続可能性社会の構築を応援しているなんて誇らしい気持ちにさせてくれます。もちろん気分だけじゃなくて一生実践も続けていきますよ。引きこもり、存在自体が社会貢献。引きこもり生活を諦めちゃいかん。